こんにちは、みえこです。今日はパターンの残りがたくさんあったので、これを使って作りましたよ。でこのパターンはこのカバンを作った時に残ったものです。それからこのパターンは覚えてますか？このカバンを作った時に残ったものです。それでパターンがなくても大丈夫ですよ。こういう大きい模様のお気に入りの布を使って作ればいいんですよ。それではご紹介しますね。まずキルト綿を用意します。大きさはこのサイズですよ。四角いものは2枚必要ですよ。これは底ね、1枚では大丈夫。そして大きいものと小さいものを作りましたので、説明は大きいものですが、念のためサイズお知らせしますね。大きい方が作るの簡単ですよ。このパターンですが、これ何回もいろいろ作ってるんですが、この2種類のパターン、簡単に作り方ご説明しますね。これ7ミリの縫い代で縫ってますが、サイズは何センチでも大丈夫なんですよ。そして三角のものはこのように縫いましたよ。これまた縫って長いものにしますが、大きい布をそのまま使っても良さそうですよ。このキルト綿の端から布を縫っていきますが、ここを使いたいなというところをこのように大きくカットします。そしたらこのように重ねてミシンで縫います。次は中央付近から縫います。今度はピース使いますね。同じように縫い代何センチでも大丈夫なので縫います。その後この端を大きい布で
縫ったらキルト綿の大きさより少し大きいサイズに切ります。そして最後に中央をこのように縫いますよ。この緑色の布が中央の一番見えるところに出るので、ここに好きな色を使うといいですよ。1枚できました。そしたらステッチします。もちろん手縫いで縫っても OK ですよ。で、同じような作り方でもう1枚作ります。次に底を作りますね。表側、裏側と2枚の布を重ねて縫い代を 1.5 ぐらいにしてまずは布を切ります。次にキルト綿を間に入れてミシンで縫いますよ。その後縫い代を7ミリぐらいにカットします。続いて側面の裏布を用意します。底布をつけるところに 1.5 センチぐらいの縫い代をつけます。カバン入れ口の部分は表布と同じ大きさで大丈夫ですよ。そしたらキルト綿の端を縫います。そしてここでね、プレスしますよ。続いて横を縫います。7ミリぐらいの縫い代で縫います。で、縫い代少ないので裏布は少し多くしましたよ。これ切らないでそのまま残します。次に仕立てます。4箇所に印をつけます。で、こちらもキルトトップの底に4箇所印をつけます。そして針で簡単に留めて、まずは最初にこの針で留めたところだけ2センチぐらいずつ仮縫いします。全部縫いませんよ。仮縫いですからね。
4箇所縫ったらまだここね穴開いてますよ。その後これ一周縫うんですよ。7ミリぐらいの縫い代で縫います。で裏布余ったらそのままタックを取ってしまいます。で終わったらここちょっとカットしてね一周切りますよ。次に裏布を縫い代折る部分 1.5 センチぐらいアイロンで印をつけます。でこのまま折って手縫いで縫いましたよ。大きい運針で大丈夫なので縫ってくださいね。はい、できました。そしたら持ち手の紐を作ります。ミシンで縫います。その後ここに縫いましたよ。どこでも大丈夫なんですけど、裏側にこれつけたのは裏も表も使えるようにここにつけましたよ。はい、できました。これ小さいのね。で裏も使えて中にちょうど入るぐらいの大きさが小さいサイズです。深さは一緒ですよ。そして結構いっぱい入るんですよ。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。